あれだね、元旦那さん、お金にケチそうなイメージはあるかもしれない。ここの人ってなんかタトゥー入ってここの会社ってもしかして反社みたいな。七輪ってアリアナ・グランデの曲なんですよね。そう。七輪ってね別の意味合いがね日本ではあるので。Do you believe in magic? 今日は英語圏で人気の掲示板レディットっていうところからの人気のスレからいろいろ面白いお話を持ってきました。のびのイメージだとね、2チャンネルほどダークなイメージではない軽さで言うとツイッターとかと同じくらいのかもしんない。ツイッターと2ちゃんの間ぐらいのイメージ。母に1984年のヴィンテージのシーラドールを150ドルで買いました。私の娘にも同じものを買いました。娘は人形を箱から出して実際に遊びたいと言ったので、私が箱を開けてあげました。遊ぶと言っても人形の髪をブラシで溶かしたり、人形用の椅子に座らせる程度ですが、娘はとっても気に入っています。高価な人形でしたが大切にしてくれると思っています。で、娘の父親は人形が開封されているのを見てとっても取り乱しました。彼は私がお金を無駄にしたと言い、人形を台無しにしたと言います。娘が大学に行く頃には人形の価値が上がり、それで払えるはずだと。確かにそうかもしれませんが、私はただ娘が人形をとても気に入っていて、人形を通して私の母と絆を深められたことがとても嬉しかったのです。それに人形なので結局遊ぶために作られたものだから、そもそも彼のお金ではなく私のお金で購入しました。彼からもらってる教育費は全て娘の保育園費などの支払いのために別の口座に入れています。人形を箱から出した私はクソ野郎ですか？女の方は悪くないんじゃないかなと思いますね。確かにね、お金のことを考えたらそのために取っとくみたいな人いるじゃん。買ってるお母さんがいいと思ってるなら、ちゃんとね大事に扱ってるならいいのかなとは。まだお金の価値とかヴィンテージものの良さみたいなのが分かる前から変えるのは難しいのかなっていうのは大人目線でありますけど、きっとあれだね、元旦那さん、その娘の父って書いてあるからもう、ね一緒にいないんだろうけど、ちょっとお金にケチそうなイメージはあるかもしれない。テラメタル学園。私、過去17歳女は最近腕に小さなハートとセミコロンのタトゥーを入れました。入れる前に母に相談し、私にとってこのタトゥーの意味を理解してくれているので問題ありませんでしたし、お金は自分で払いました。その上、母も似たデザインのものを入れるそうです。問題は、キエフが何度も自分は認めていない。彼に相談しなかったから消した方がいいとしつこく言ってきます。私はもう下唇にピアスがあるので、タトゥーはやりすぎだと言います。私の自由だし、母が許可したならキエフに言われる筋合いはないと言いました。今では母から私が間違ってると言い、謝罪すべきだと言われています。私は自分が間違っているところがわかりません。この子はクソ野郎ですか？日本ではあんまりなさそうな話題だよね。17歳からタトゥー入れるのこっちでも早いと思うから。早いし、そんなにタトゥーの文化が浸透してない。入れたいって思っても、ヘナタトゥーみたいに一定の期間だけ入れるみたいな、がっつり入れる人多くはない。親からもらった大事な体っていう話で言うと、日本だと整形とかが近いのかなっていう。それが一番考えやすい。二重整形とかは、アイプチをすることでね、まぶたへの負担がすごくて、で、それでやるみたいな、一番軽い書き込みのね、女の子の感じだと、ね、小さいタトゥーっぽいので、小さなハートでセミコロンって、デザイン的にね、背中にバーンみたいな感じじゃないじゃないですか。これの質問は、その子がお父さんに、とりあえず黙れって言ったことに対して悪いのか悪くないか。のびは悪くないと思う。悪くないと思う。タトゥーって高いからね、17歳で自分で払ったのってすごいなって思った。タトゥーがあんまり馴染みのない文化の人はどう思うのかなって思ってちょっと気になって選んでみました。タトゥーって結構入れるのにもやっぱりデザインだったりに意味合いを結構持たせて体に刻む方が多いイメージなので、この子もねやっぱ考えがあって入れたわけですから、日本だとね温泉に入れなくなっちゃうみたいなのとかあったりするんで、日本だと
温泉以外にめちゃくちゃ大きいデメリットみたいなのってある？仕事がとかお仕事は確かに見えないところに入ってる分には全然問題ないんじゃないですかね。ちなみにのぴの前の上司腕にブワーってだからもうね、服の袖からがっつり見えるみたいな感じだと、別にそのタトゥーを入れてる人が悪い人っていうわけではないけど、取引先の方とかに、そうだよね、そういうのがあるんだろうそのね。営業とかね、挨挨拶行ったりとかした時に、ここの人ってなんかタトゥー入って、やっぱそっか、そうなんだ日本はやっぱりそういうイメージがまだ残ってるからね。ここの会社ってもしかして反社みたいなそこまでちょっと大げさですけど、まあなんかちょっとその信用的になんかそうなんだ。ちょっとどうなのかな。いや、私はなんかわからないですけど、それこそね、こっちではようやく髪色が自由ですとか、服装の前働いてたところだと、女性はスカートじゃないといけなかったんですよ。制服とかじゃなくて、私服なんですけど、へー。そうなんです。なんかスカートではじゃないといけないっていうところで、へー。同期から聞いた感じだと、今年からようやくパンツルックが OK になったみたいな。じゃあまあ変わってるのはいいことだ。そうなんですよね。だからまだ結構そういう固めな思考の会社が多いので、まだタトゥーまでは、バイトとかだったらね、髪色とかも、やっぱりその正社員になるってなると、やっぱりちょっとがっつりね、見えるところに、例えばなんか首だったりとか、そういうところに入ってたりとかすると、ちなみにアメリカとかのスタンダードだと、顔と首と手の甲とかについてなければ大丈夫。なんかそこら辺についてるとなんかこの人みたいな疑惑が出始める。なるほど。確かになんか結構ね、タトゥー顔に入れるのは結構止められてるイメージが。それ以外はね、別にのぴの前の上司なんて腕にスリーブっていうのかな、スリーブにやってるけど、ゲームのキャラクターとかやってるからよく見たら結構ポップなタトゥーだなみたいな。完全にオタクの人が自分の好きなねゲームの女の子のキャラクターをうわーってつけてるみたいな感じだから、全然ねそういうの見たら怖くないと思う。確かに自分の趣味で本当に好きだからっていう感じで入れたりする方もね、いらっしゃいますよね。それこそ好きなアーティストとかに腕にサイン書いてもらって、それをまんまタトゥーにするみたいな方もいるっていうのを聞いたことがあって、結構なんかそういう風にカジュアルにやられる方もいるんだ。漢字かっこいいから好きな漢字入れるみたいな。ちょっとね、漢字本当に漢字がわからない人が入れるやつマジで、それを見るだけっていう配信できるぐらいいっぱいいると思うよ。めちゃくちゃやばいの。それで言うとね、日本でも英語のプリントされた T シャツだったりパーカーだったり、ね、なんかいろいろなんか分かってきてるのかみたいなのとかあったりするじゃない。やってる番組いるよね、そういうの街頭インタビューで。いや、確かにやりたい。めちゃくちゃそういう企画やりたいわ。確かに楽しそう。なんかタトゥー、漢字のタトゥーで言うと誰でしたっけ？なんか女性のアーティストさんで海外の、アリアナ・グランデね。アリアナ・グランデですかね。そう、七輪って入れて、それなんか話題になった。そうなんですよ。なんか七輪ってアリアナ・グランデの曲なんですよね。そう、Seven Rings っていう、そう。七輪ってね、別の意味合いがね、日本ではあるので。私は彼女と同棲しており、使っている家具のほとんどは2人で半々で支払ったか、どちらかが以前に住んでいた場所から持ってきたものです。必需品は全て揃っているので、その上新しいカーテン、ソファーとベッドサイドキャビネットも欲しいと言っています。欲しいものを全てネットで探し、価格を調べ、私にそれぞれの費用を伝えました。欲しくないとも思っているものの費用の負担を拒否する私はクソ野郎ですか？誰かと住んでる人はこの問題が起きやすそうなイメージはあるな。コメントに同棲やめたらいいと思う。確かに。極端な